もうコースできてるね。いや本当に。まあでも今日からトレーニングだもんね。うわ日本でやっぱりあの規模のコースあるともう正直違和感でしかなくて、今まで何度かここの場所に来たこともあるし、見慣れた場所に見たことがないコースが出来上がってるっていう、なんかその日常と非日常的なものがこうくっついて、その違和感めっちゃ好きなんですよ。ここにこれあるっていう。スタートの高さがめちゃくちゃ高いなっていうところがまず圧倒されてしまって。高っ。今までの大会の中でも一番大きかったので、うわーっていう。ただ一番感じたのは狭い、この幅で4人滑るのっていうのが実際見た時のなんか率直な感想ですね。よし行きます。はい、レッツゴー。いける。今からタイムトライアルするぞ。しかも練習1本。到着した当日にタイムトライアル。いつもだと木曜日にトレーニングがあって、トレーニングと予選と本戦と1日ずつ空けて行われてるんですけど、まあ氷の状況がちょっとあまり良くなかったっていうところもあって、ある程度の覚悟はしてたんですけど、やっぱりこう気温が高いっていうのはもう2日前3日前ぐらいから20度超えたりとかしてたんで、覚悟はしてたけどそこまで変わるんだっていう。めちゃめちゃいろんなこと考えましたね。少ない時間なのでどう滑ろうかとか、かなり動揺もあって、まあでもそこは他の選手も一緒だったと思うので。竹何位やった2位今ちょっと落ちた。今3位。今3位。竹がうまくいったでしょ。やらしいわ。すぐうまくいく。じゃあ兄貴はみたいな空気になるでしょ。めっちゃ怖いです。恐怖。1歩目の段差が結構な高さがあって、そこでもう足すくんじゃってて。いやめっちゃ怖っ。初めての選手にしてはかなりこう恐怖心を取るのが難しいコースだなとは思っていましたね。ラスト頑張る。ラスト。自分で戦ってもらわなきゃっていうのがあったので、上に立った時はもう足ガクガク震えてて、いやもう嫌でも行かなきゃいけない状況が結構プレッシャーかかってましたね。ノもうメンタルズタボロ。ー。いや、確かに中にここでくじけたらあかん。いやーくじけそう。大丈夫。置きに行くっていうとおかしいですけど、とりあえず転倒せずに1回スタートからゴールまで行こうかなと。で1本それで行って2本目はちょっと攻めたんですね。それがすごい良かったんですよ。多分個人的にはあれが今回出せた自己ベストかなと思うんですけど、ちょっとこう前の選手とのやり取りでノーカウントになっちゃって、だから気持ち切り替えて3本目行ったんですけど、やっぱりちょっと急に動いたのか疲労感なのか、やっぱ足がちょっとついていかなくてあんまりうまくいかなかったですね。まあでもあれ3本目のスタート、3本目というか実質2本目やけど、だいぶしゃがんだ。いやスタートはだいぶ良かったから、そういう意味ではほんまに今日ちょっとね、あれは実践で使いたいな。まあ今日、ね、LC 級があるから、あれはだから最初のレースをとりあえず勝てばいいよね。そうね。そうやね。トップ2に入れば全員そこで決勝行くんやもんね。これから LC 級ラストチャンスです。ちょっと首の皮1枚でつながってるんで、ここつないでいきたいと思います。行ってきます。初日のそのタイムトライアルで落ちた時は
もうやっちまったなっていう気持ちが大きくて、でもその後LCQ に出れるよっていう話聞いた時はほっとはしたんですけど、でもこのままでいったら大丈夫かなっていう、メンタル持ち返せるかなっていうところが結構心配で。結局ちょっと、そのまま1日目の気持ちでずるずるいってしまって、2日目もちょっと気持ち的に負けてしまった面があったんですけど、練習してきたことを一個も本番で出せなかった、かっこいいところをちゃんと見せれなかったっていうところが悔しい気持ちと、もう名前の通り LCQ はもうラストなんで、もう何が何でも2位に入らないとっていうところでプレッシャーはありました。来た、いいと。来い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 。いいんじゃない？ここ見て遅れても大丈夫。あぶね、やばい。まだいけるよ、まだいけるよ、まだいけるよ、まだいけるよ。焦ったか、焦ったか、焦ったか。焦りです。もうバランスを最初に崩した原因は焦りです。本当ああいうところまだまだやなって思います、自分で。こけた。きついか。おいちゃんがラストかった。ラストやったか。お疲れ。すっごい悔しい一瞬でしたあれ。はい。一緒に行きたかったなっていう気持ちばっかりでしたね。もうただそれだけ。本戦には、タイムトライアルで6位だったっていうことで普通にそのラインナップの中に入って、で今回チームメートが横断幕を持ってきてくれたりとか、家族も初めて自分がレッドブルクラッシュダイスを滑っているところを生で見られるっていうところで、もう何としてでもゴール勝って到着したいなっていうのがありました。予選を28位で上がれて、まさかのスコットと同じヒートになってしまって。The next one's going to be an interesting one to watch. Scott Croxall, our reigning world champion, is in there with two Japanese athletes. 驚きと焦りと、本当なんかもう変な気持ちでしたね。嬉しいやら悲しいやら。来た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 。竹池。竹池。Also in the mix with Scott and Takeshi, we've got スタートした段階で、やっぱりスコットだけ体1個分前にいてるんですよ。でそれに僕も相当ちょっと焦っちゃって、分かってはいてたんですけど、思ってたよりもスコットが速いし、もう彼がいなくなって、2位のその人は目の前には見えてはいてたんで、最後追いつけるって思って走ってたんですけど、走れ走れ。結果僕が3位で、もう決勝の1レース目で敗退。自分の課題がもうこの大会に入る以前からスタートだったんですよね。例えば踏み出し方とか体を前にやるとか、いろいろ改善する方法はあるんですけど、それを試す余裕はなかったので、もう慣れた状態でいこうっていうのが一つだったのと、周りの3人の選手タイム速かったんですよね。後ろからついてってチャンスがあったら抜こうって思っていて、最後逆に並んで、もうそこはもう自分の力で抜こうと思ったんですけど、あと一歩伸びがあったのは本当に単純に相手が自分より上回ってたなと思います。日本大会総評してめちゃくちゃ悔しい。負けました、自分に。いや、楽しむ余裕がもっと欲しかったなっていうのが正直です。ちょっと何とも言えない気持ちがいろんな感情が
ありましたけど。いやめっちゃ悔しい。まあ、もちろんこのままで終わるつもりは全然ないので、まあ、次の大会に向けてインラインスケートの方の技術を上げていくのと大会に向けての気持ちの持っていき方をもう少し勉強していければなと思います。チームジャパンで出た選手もどちらかっていうと悔しさが残った選手の方が多かったって最後の感想ではみんな言ってたので、自分もやっぱりこれからの大会出ていくつもりなので、そこを一緒に本当に頑張って次の大会につなげていければなと思います。ゴールの時の喜びと悲しみとすごい分かりやすく出る、もういろんなものを背負ってレースにみんな出てるんで、そこの明暗が分かりやすいスポーツっていうのがなんか自分の中では改めてまあ魅力だなと。もうこの2日間がどうのこうのじゃなくて、もうこの10ヶ月が本当楽しかったです。終わりとは言いたくないけど、でももしかしたらアスリートとして一緒の舞台にたけしと立ったのは最後かもしれないなっていう気持ちもあります。これからもねチームジャパン支えられたらいいなと思って、コーチとしての立場でずっとみんなのサポートできたらななんていうふうに、まだ自分が今やりたいそのトレーナーとしての自分のままでいれるし、まあ、今回のクラッシュアイスを見て私もあそこに出たいって言ってる子が早くも出てきてるんで、今後の目標としては、まあ、もちろん自分自身選手としてこの次のシーズンも含めて、まあ、出続けてやっぱりトップのスケーターの本当の仲間入りをしたいっていうのはあるんですけど、まあ、それとやっぱ同時進行で、まあ、新しいスケーターを日本からやっぱ育てていきたい。日本でやっぱり規模の